ここは愛媛県の宇和島市にある宇和島城です。周囲1キロ、丸い城山が宇和島城です。1596年、築城名人東堂高虎が豊臣秀吉により7万石の領地を与えられ築城を開始し、1601年に出来上がりました。東堂高虎が自分のために整備した記念すべき第1号の城です。今は埋められてしまいましたが、当初は大半を海に面した海城でした。お城山は不等辺五角形の珍しい造りで築かれています。四角と思わせてもう一辺がある造りは敵を惑わす高虎の工夫です。これは秋角の縄と呼ばれ、この一辺の空角は敵の攻撃を避けられ、敵を攻撃する出撃口にもなります。また物資搬入口ともなり、城から落ち延びる場合の抜け道にもなります。原生林の中を抜ける街道が数本あり、西海岸の船小屋、北西海岸の隠し水軍の基地などに通じていたそうです。幕府から宇和島に来た密告者もまんまと騙され四角形と報告していました。今でもそのおかげで初訪問で宇和島に来ると方向感覚がわからなくなるという話もあります。ちなみに高虎時代にも天守がありました。今とだいぶ形が違っています。高虎が作った天守は望楼型天守で、織田信長が初めて作ったことで知られています。安土城や国宝の犬山城、松江城などが挙げられます。東堂高虎が今治に天風となった後、1615年、仙台藩主伊達政宗の長男伊達秀宗が10万石で宇和島入りし、東堂高虎が作った川や海を利用した三重の堀で囲まれた総構は、伊達家に引き継がれ使用していました。現在見られる宇和島城天守は、伊達家の宇和島入りから50年後の1671年、2代目伊達宗俊の時代に完成しました。宇和島城は国内にある築城当時から残っている現存12天守の一つで、国の重要文化財にも指定されています。その後、明治を迎えるまで9代、宇和島伊達家の居城としてあり続けました。近代に入ると堀はすべて埋められ、三の丸をはじめ総廓部分は失われてしまいました。堀端町、本町大手といった町の名前や、町割りや道路に当時の面影を見ることができます。本丸、二の丸などの廓を含む城山は、戦前まで伊達家の手により保護されていて、昭和12年、1937年に城山全体が国の史跡の指定を受けました。2006年には日本百名城に選定されました。宇和島城は標高74メートルの山頂に立つ天守を本丸として、本丸を囲むように二の丸と帯廓、その北に東米丸、東米丸の一段下に長門丸、西側中腹に大右衛門丸、東側の中腹に井戸丸があり、山の上の各廓に17の門と33の櫓がありました。ふもとの北東に三の丸があり、そこに三の丸御殿がありました。藩主が住んでいた藩の中枢でした。消防署、郵便局、バスセンターのあたりがそうです。三の丸には二重櫓の潮見櫓、月見櫓、三の丸に入る桜門と桜門の櫓がありました。
近代以降に建物はすべて壊され、堀は埋められ市街地化し、当時の面影が全くなくなりました。西側半分が海に接している海城、水城。東側には海水を引き込んだ水堀があり、内側には土塁を巡らせお城を囲んでいました。今の木谷ロードの西半分、南予文化会館、木屋旅館あたりはすっぽりと堀の底でした。お城に入る橋が2カ所あり、橋を渡るとそれぞれ大手門やからめ手門がありました。門には内増形や食い違い小口といった防御施設も備えていました。現在地です。これより城の正面にあたる大手門あたりを歩いてみます。カバーをかけている建物の角が堀と道の境目。木屋旅館、この道はお堀の底でした。ここに橋がありました。今渡っています。今は埋め立ててしまいましたが、昔は左右に建物はなく堀の底でした。枡形の形が当時の面影を感じられます。ここは大手門があったところです。石垣に使われていたであろう巨石が、昔三角屋敷と呼ばれた場所の近くに国宝大手門旧石と刻まれ残っています。10万石には過ぎたる門と言われるほど立派な門がありました。残念なことに太平洋戦争の空襲で大手門は焼失してしまいました。天社園には大手門の桂石が屋外展示をされています。大手門の土台となっていた石で、慶長元年から6年の東堂高虎の築城時に築かれたものです。大手門を抜けると、やんべ清兵衛の屋敷跡があり、現在、丸の内和霊神社となっています。和霊騒動の舞台となったところで、清兵衛の子が投げ込まれたと伝わる井戸などが実際に残っています。やんべ清兵衛は、伊達秀宗が宇和島入りするとき、伊達政宗が子供の秀宗につけた宇和島藩の総奉行。伊達政宗からの信頼厚く、宇和島藩の財政の責任者であり、秀宗の監視役も任されていました。秀宗の素行の悪さを断るごとに政宗に報告したり、宇和島藩の財政面で意見が対立したり、秀宗にとっては煙たい存在でありました。ついにその思いが憎しみに変わり、清兵衛と家族を皆殺しにしてしまいました。この井戸に当時9歳だった清兵衛の四男が投げ込まれました。その後から宇和島で変死、飢餓、疫病、自然災害などが相次ぎ、藩の文書でも怨霊が悪いことをしていると記されています。過ちに気づいた秀宗は清兵衛を祀るこの神社を建てたということです。没後300年以上経った今でも節目に盛大なお祭り和霊大祭を執り行っています。では今回の動画は以上になります。次回は宇和島城に登り、その魅力をご案内します。それではまた。